はいこんにちは、MD ジャックです。はいです。耳の妖精ミミです。はい、今回は KBR のダイナミックドライバーモデル KB01 です。ジャックさん、これは発売から結構経ってるんですね。発売は半年以上前になるかな。昨年秋に買ってあったんだけど、なかなかレビューできなくてね。これはエントリーモデルでいいのかな？そうね、価格が4000円台つけてるところが多いわね。2000円台でも結構しっかりしたモデルあるから、ちょっと背伸びしたエントリーモデルかしらね。カラバリが3色なんだけど、どれもなかなかいいわね。パッケージ内容はシンプルね。ケーブルは4コア 6N の OFC。外観はステム部以外は樹脂で構成。片側実測 3.5g とかなり軽めです。小ぶりなサイズで装着感はいいですね。リアーフィンの突起が少しありますが、気になるほどではないでしょう。ドライバーは 10mm ダイナミックタイプ1機。ベリリウムコーティングの振動板を使っていて、価格帯から考えるとお得感ある感じ。では、ここからは波形を見ながらになりますね。まず、3種類のバンドルイヤーチップですが、KB01 って低域の強さが特徴なので、イヤーチップは小域があまり落ちないものがいいなって思って、ブラックのバンドル1とかがいいんじゃないかと思います。でも、特性だけで判断してるんで、装着感が自分に合うものを優先してほしいけどね。それはもちろんそうね。次は今回の音収録と視聴に使用した瀬戸内イヤーフィットオリジンです。バンドルイヤーチップと比較して高域も低域もしっかり出ている感じですね。ジャックさん、オリジンはどんな感じですか？セドナイヤーフィットライトに似た形なのでオリジンを買ってみたんだけど、内径が細いんでレビューでいろんなモデルに装着するにはちょっと使いづらい部分はあるね。音収録にはサイズ SS がいいんだけど、リスニングにはタイプ S の方が個人的には合いそう。軸の長さがちょっと気になるんで、2ペアのうち1ペアは軸を少し切って短めにしようかななんて思ってる。価格は手頃だし、ライトよりウェットな食感なのは悪くない。きちんと装着した時の密着度もいいわ。特性はライトとそんなに大きく変わった感じもないんだけど、馴染むまでにもう少し時間が必要ってとこかな。なるほど。次は東山菜2種の波形です。東山菜はこのところ積極的に使用していますが、どちらのタイプも開放感あって印象はいいです。最後はワイヤーチップの波形を重ねたものです。参考にしていただければと思います。さて、波形が重なりすぎて目が疲れちゃったかな？次はシンプルに KB01 のシングル波形だよ。KB01 は 50Hz 以下でも低域が結構すごい。詳細はサウンドチェックの後に触れるとして、今回は何と比較するの？まず Q イヤーズカデンツァ。カデンツァもベリリウムコーティングの振動板を使ってて、低域が見た目よりしっかり出る。そして価格帯も KB01 にまあまあ近い。もう一つは T-Hi-Fi C3。発売からは結構経つけど、これはカデンツァ同様、買ったら満足度の高いモデルだと思う。振動板素材は LCP なんで、他にモデルとは違うんだけど、価格帯は近め。実際音収録してみたら、KB01 の低域以外は3モデルとも結構似てて、サウンドチェックでそれを確認してもらえればと思うわ。音質調整の基準は KB01 ね。OK、じゃあサウンドチェックいってみよう。音量上がるよ、気をつけて。Back to the future. I don't got time to hear about the criticism. Rap serial killer looking for another victim. Come and get your issue. You're rolling with a 9-bitch, slashing at you motherfuckers like a carry you. Beat case, probably hit it with a remix. Uncut, we rock, this no re-rock. Gotta get what you need. Wanna take all you get, my love, cause you know it don't come for free. Every little thing you want, every little thing you need. Keep it all for yourself, my love, cause I know it don't come to me.
らなかったよ。KB01 の低域がよく出てたのは分かったでしょ。あ、それは分かったよ。中高域から上が波形で見るほど違わなかったような気がしたんだよね。そうね、低域との絡みもあるからね。では実機で確認した私たちの感想をジャックさん中心でお伝えしていきます。はい、じゃあこんな感じでポイントを4つぐらいに分けるとしよう。まず1の低域。収録音でも低域の強さは分かったと思う。50Hz 以下もあまり落ちず、サブベース系に合うし、他の帯域をあまりマスクせず共存してる感じなので、重みをしっかり感じ取れる。KB01 の一番の特徴だね。他の2モデルも低域はしっかりしていますし、カテンツァは見た目より低域が重く感じるんですが、KB01 はそれを凌駕してますからね。そうだね。癖になる低域で、個人的にはとてもいいわ。2の低域から中域はカーブ自体は似てるけど、広範囲で KB01 が一番控えめなので、この帯域の再現力を少し犠牲にしてる感はあるかな。でも全帯域の中でここを落とすことで低域と中高域以上がすっきり聞けるよね。聞き込んでいくとそう思えてくるね。3の帯域は歌物で結構違いがありました。KB01 と C3 はほとんど同じカーブなんで KB01 と C3 対カテンツァになりますけど、カテンツァはちょっと線が細くおとなしめに感じましたね。ただ1回に4キロあたりを持ち上げて明瞭さが増している出方が絶対的にいいわけではないと思いました。愛はカテンツァの方が好みです。確かに、その代わりカデンツァはその上の帯域を上げてバランス取ってるよね。中高域は低域とのバランスもあって C3 が一番明るく感じた。もちろん KB01 も明瞭で印象は良かった。4の広域から超広域は残響系や臨場感の部分で聞き分けられると思うけど KB01 は結構臨場感あった。全体的にメリハリがあってちょっと派手な作りではあるけど聞きやすかった。EQ 調整などせずこのままの状態で聞きたいね。だよね。KB01 を半年以上も寝かせておくなんてもったいないことしたね。確かにね。カデンツァは中広域がやや柔らかめ。ここね。C3 はここが KB01 と同じカーブタイプで低域がカデンツァと同じタイプなので中間的存在でバランスがやや広域寄り。全体としてはどれを買っても後悔はないですよね。そう思うよ。そして KB01 はやっぱりパンチ力が魅力だね。ドンシャリではあるけどうまくバランスが取れてるんじゃないかな。ベーシストはこういう低域に魅力感じそう。もちろん低域好きな人にもね。もっと早くレビューしときゃよかったわ。ということで KB イヤーの 1DD モデル KB01 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。